皆さんこんにちは、ガジログです。今回は10月6日木曜日に発表されました FCNT の Arrows F51C のスペック解説をしたいと思います。この FCNT というのはかつては富士通ブランドになっていたわけなんですが、今は FCNT という会社にね社名変更がされています。このモデルはですねミドレンジっていう感じになっていますけども、多くの方に受け入れられるスペックになっているということです。では一体ねどんなスペックになっているんでしょうか。ご一緒に見ていきましょう。 FCNT の公式サイトの情報をもとにお届けいたします。では早速本日も行ってみましょう。早速ねトップページになりますけども Arrows F51C ということで、誰よりもこれからを思うあなたにエシカルな選択をと出ています。まず最初にですねデザインとカラーリングの方を見ていきたいと思います。色はですねまず最初にフォグホワイト、フォレストブラックですね、またブラッシュネイビーという風に3色展開となっています。カメラの数に関しましては2つになっていますけども、このリアパネルとねこの背面のこの形状の部分ですね、特にこのホワイトは iPhone XR に似ているなという風に思いました。個人的にはこのブラッシュネイビーがねいいなという感じですね。このねホワイトの方をちょっと見てみたいと思いますが、カメラのレンズは2つありますね。上のメインカメラとサブカメラ、そしてフラッシュになっています。そしてここの背面のカメラの横のところにお財布形態のマークがありますので、フェリカ搭載ということになっています。つまり Suica とかね、そのあたりの ID とかクイックペイとかね、そのあたり使える仕様になっていると思われます。次に出てきましたのが環境への配慮とあります。サステナビリティですね。最近のトレンドのワードになっています。使っている材料になりますけども、再生プラスチックなどのリサイクル素材を多く利用しているということです。特にリサイクルの割合になりますけども、約 67% と非常に大きくなっています。そしてですね、ここはメイドインジャパン歌っているところだけありますけども、企画、設計、製造までを一貫して国内で実施しているとあります。製造工程ですね、組み立て試験、梱包に再生可能エネルギーを使用していますということで、メイドインジャパン、これはですねもう昨今のスマホ市場からするとなかなか珍しいですよね。加えてですね環境を意識した情報としましては FSC 認証紙やバイオマスインキを採用した環境に優しいパッケージを採用しているということになっています。なんかいい感じですよね。しっとりとした紙になっていますが、他社メーカーになりますとね結構いい箱使ってたりして硬い紙を使ってたりしますけど、これはですねリサイクルしやすいような素材を使っているということです。そしてですねバッテリーの容量がもう早速出てきていますが、サステナブルな充電技術ということで 4600mAh ということになっています。ボディサイズからしたら結構大きめな感じしますよね。そして充電による電池劣化の進行を軽減し、電池の長寿命化を実現しましたと出ています。この注意2を見てみますと、ここですね、電池の寿命はご利用環境やご利用状況によって異なりますと出ていますが、これは当然になりますよね。しかしながら何かしらの技術によってこの電池劣化の進行を軽減する、そうした仕組みが入っていると思われます。そして防水防塵メル規格に準拠とあります。目指したのは環境に配慮しながら長く使えること、リサイクル素材を使用しつつも水濡れにも衝撃にも強い構造設計になっていますと。そして高い防水防塵性能を備え、国防総省の調達基準の23項目に準拠しているとあります。ミル規格に関しましては最新の規格であります 810H に対応していますね。そしてねなかなか他のメーカーではやっていませんが、ハンドソープで丸洗いが可能になってますと出ていますね。またシャープでもありますけど、アルコール除菌もできるためにいつも清潔に保つことができますということで、なかなかねやっぱり日本メーカーならではのやり方になってますね。そして最新 OS のワクワクを最大3回と、セキュリティ更新の安心を最大4年お届けしますということで、最長4年にわたってアップデートをお届けするということになっています。このあたりは Android にしては長めかなという感じですね。そしてカメラの情報になりますが、薄暗い場所でも明るく鮮明に切り取るカメラとあります。約5030万画素の広角カメラはセンサーサイズが従来よりも約 1.6 倍で集光能力を向上し、デュアル PDAF 対応によりピント合わせのスピードと正確性もアップしましたと出ています。そしてこの Arrows の特徴になっていますが、シャッターを押すだけで自動でプロ並みの仕上がりにとあります。その内容は Adobe Photoshop Express モードで撮影すると、シャッターを押すだけで Adobe の技術により写真が自動でプロ並みの仕上がりにとあります。逆光などで撮影が難しい景色も簡単に美しい画像で残せますよとあります。Adobe の技術を使うことによってワンタップのシャッターで
綺麗に映し出す。そしてそれがしかもプロ並みの仕上がりになるっていうことで、これは結構使い勝手が良さそうです。そしてディスプレイに関する情報になりますけど、高い色再現性を誇る有機 EL ディスプレイを採用していて、さらにブルーライトを大幅に低減しているということになっています。いくらになるのかは正直わかりませんけど、なかなかこの感じのモデルになりますと、ディスプレイは液晶なのかなと思っていたんですが、有機 EL ディスプレイを使われているってことになっています。OLED になりますね。そしてしかもそのディスプレイのリフレッシュレートは 120Hz ということになっていますので、滑らかな映像が楽しめると思われます。その代わりね、バッテリーの消費はやや大きくなりますので、そのあたりはね、60Hz 固定にするのか、120で使うのか、設定で調整することができると思われます。そしてアイケアディスプレイということで、ブルーライトの低減がですね、できますよというふうになっています。そして顔認証や指紋認証に関する情報になりますけど、これを両方でしっかり守ると出ていますね。特徴としましては、マスクをしたまま認証できる顔認証と指紋認証の両方を搭載しています。2段階認証でスマホの中にある大切な情報を守りますよとありますね。顔認証をね、搭載しているのは非常に便利なんですが、さらにマスクつけた状態でも認証できるっていうことはなかなかいいですよね。加えてよく使う機能やサービスの起動をスマートにするファスト機能搭載となっています。このファストフィンガーランチャーを使うことにより、指紋認証を行うだけでロック解除と同時にアプリの起動が可能と出ています。キャッシュレス支払いアプリなどをファストフィンガーランチャーに登録すれば会計をスムーズに行いますと出ていますね。こういったね、イメージの写真が出ていますけど、やっぱりレジ前でですね、もたもたしていると後ろのお客さんがこうイライラするっていうこともありますので、サクッとね、アプリの起動ができる仕組みになっているっていうのはいいなと思います。そして TPO に合わせてモードを自動で切り替えとあります。これは昔からね、富士通のお得意の機能になってますね。プライベートモードと、もう一つのモードみたいな感じなんですけどもね、プライバシーモードと言っています。そして頭脳となります SoC になりますが、スマートな操作を実現するクアルコム社製の SoC を搭載しているチップはスナップドラゴンの 695-5G モバイルプラットフォームとありますが、もう今年はね、散々このチップいろんなスマートフォンに乗ってきていまして、大量に作ってあるんだなというのがよくわかります。最近は半導体不足もね、だいぶ解消してきてるということですので、来年はね、そろそろ変わったチップが乗ってくるんじゃないかなと思われます。非常に低価格で高性能のチップということですので、バランスのいいものになっていると思われます。そしてね、こういった一覧表になっていますが、細かな仕様を見ていきたいと思います。サイズはね、めちゃめちゃ小さいなという感じです。約 155mm×72mm×8.6mm ということで、コンパクトな仕様になっています。というのもね、ちょっと飛びますけど、画面のディスプレイサイズが 6.24 インチの有機 EL ということになっているので、昨今は 6.7 インチとかね、それ以上のモデルも流行りになっている中で、今年は 6.24 インチというか 6.1 インチとかね、ちょっとコンパクトめのモデルも増えてきているなという感じがします。 iPhone のプロモデルでない通常モデルが 6.1 インチとかね、そのあたりになっているのを狙ってきているのかなという感じがします。SIM に関してなんですが、ナノ SIM と eSIM に対応しています。ナノ SIM はね、物理的な SIM カード、eSIM は電子的にデータを書き込む形になっています。キャリアによっては eSIM を積極的にやっているところあるんですが、例えば IIJ とかね、eSIM のデータ通信契約になりますと、2ギガでだいたい400円ちょっとっていうような料金っていうのもありますので、対応してくれるとね、バックアップ回線の契約として使えますのでね、なかなかいいなと思います。そして重量はですけども、約 170g 台とあります。これはなかなか軽めの設定になっていますね。ただバッテリーの容量がここにありましたが、4600mAh になっていますので、多分ね、適度な重さになっているので、持ちやすいんじゃないかなという感じがします。そして OS は Android 12になっていますね。これ今後13という風に、ね、なっていくと思われます。そして内蔵メモリーとストレージなんですが、RAM8GB のストレージが 128GB という風によくあるね、メモリーの容量とストレージになっていますね。8GB あればね、十分サクサク動くんじゃないかなと思います。そしてカメラですね。アウトカメラはメインが5030万画素の CMOS センサーですね。そしてサブが約
810万画素の CMOS センサーの超広角になっています。インカメラに関しては1240万画素の CMOS 広角カメラになっています。そして 5G に関しましてはミリ波には対応せずサブ6のみになっていますね。また FM ラジオにも対応しているんですね。面白いですね。Wi-Fi は IEEE802.11ABGNAC に対応ということで AX には残念ながら対応していません。Wi-Fi 6には対応していないということになります。Bluetooth はバージョン 5.1 ということで最新の 5.3 ではありませんでした。はい。ということで、今回 Arrows NF51C についてご紹介しましたが、情報の中に欠けているものがありましたね。スピーカーがデュアルなのか、それともシングルなのか、そのあたりはちょっとわかりませんでしたし、また価格に関してはまだね、全く発表されていませんので、いくらになるのかっていうものは気になりますね。ただ予想としましてはですね、このスペックを見る限り結構いい機能がついていますし、そして有機 EL パネルですね、そのあたりもついてるし、フェリカとかね、いろいろついていますので、価格帯としてはそうですね、5万円から6万円ぐらいあってもおかしくないかなという感じがします。というのは、アコーズセンス7がですね、最近発表されていますけど、そちらの方もやっぱり6万円から7万円台ということになっているので、多分それに対抗している価格帯で出てくるんじゃないかなというふうに、個人的には予想しています。実際ね、これから出てみないとなとも言えませんけど、これから発売がリリースされると思いますので、楽しみにしたいと思います。この動画が良かったよという方は高評価、またの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。